はい、YouTube をご覧の皆様、こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマなんですけども、アトピーの根本療法について説明させていただきます。ずっとその YouTube を通じてそのアトピーの原因と要因の違いについては何なのかっていうのをずっと説明させていただいてるんですけれども、もっと、理解を深めるためにはどうすればいいのかっていうことで、今回この、テーマを取り上げてみました。アトピーの根本療法とは、原因治療とは何なのかっていうことですね。で、おそらく90%のほとんどの人なんですけども、間違った治療をしているかもしれないんですね。ほとんどの方は、対処療法をやってます。対処療法は何かっていうと、要は症状を抑えつけているだけの治療をやってるんですよ。一番いい例がステロイドですね。ステロイドは別にあれはアトピーを治すっていう目的ではなくて、あくまでも症状を抑えつけているだけなんですよ。で、もしステロイドで治るんだったら別にそれはそれでいいんですけども、ステロイドはあくまでもやっぱり副作用がかなり強いで、いろんな合併症を引き起こすっていうことでおすすめはしていません。もうあくまでも、当院ではその根本療法にこだわっています。で、具体的に、その内容なんですけども、まずアトピーの原因をまず知っていただきたいんですけども、アトピーの、皮膚には 95% の確率で黄色ブドウ球菌という菌が繁殖しているっていう事実は、これは変わらないわけですね。で、この黄色ブドウ球菌が一体何をするんだという話をちょっと説明したいんですけれども、まずこの黄色ブドウ球菌、こいつは生き物なんですね。生き物、考える力を持ってるんですよ。人間ほど賢くはないけれども、少なくとも、考える力を持ってます。で、賢いです。で、黄色ブドウ球菌って何をするかというと、こいつがですね、こうやって自分の体の周りに膜を張るんですね。こうやってこいつら賢いんですよ。こうやって膜を張って、死なないために、殺菌されないために、こうやって膜を張って自分で自分を守ろうとするんですね。要はバリアを張るんですよ。バリアを張って、でこれがもしこうやって皮膚があるとすると、この黄色ブドウ球菌がバリアを張りながらこう皮膚の中に入っちゃうんですね。こうやってで、こんなに簡単に入れるのかと思うんですけども、黄色ブドウ球菌の浸透率、皮膚の浸透率って高いんですよ。なのでこうやってさっと入っちゃう入っちゃうんですよ。バリアを張ってね。でその中で、その皮膚に入り込んだ後、こうやっていろんな爆弾をこうやって落とすわけですよ。爆弾を落としていろんな炎症を引き起こしてるんですね。でそこで、いろんな細胞が出てきたりして炎症反応を起こすっていう仕組みなんですよ。もう簡単に言うとね、簡単にざっくり本当に簡単に言うとこういう仕組みなんです。黄色ブドウ球菌が皮膚の中に入り込んで爆弾をいろいろ落として炎症を引き起こす。でそこでかゆみを引き起こすっていう問題が生じてるんですね。じゃあこの黄色ブドウ球菌をまず殺しましょうという話なんですけども、まず右側を見ていただきたいんですけども、アトピーの原因は黄色ブドウ球菌なんですよ。これはもう世界の皮膚科医が研究を重ねて論文発表して、もう世界で認められてるんですね。でほとんどの方があんまり知られてないと思うんですけども、もう Google でですよ、 Google で黄色ブドウ球菌そしてアトピーと検索してみてください。もうそしたらもう、論文の内容とか、いろいろ今、どんなことが研究されてるかとか、そういうのを見ることができると思うんで、誰一人としてこの黄色ブドウ球菌が、アトピーとは関係ないって言っている人なんて誰一人いないですね。もうどの学者も認めてます。はい、これ、ぜひ自分で確認してみてください。で、治療はですね、正しい治療はこの黄色ブドウ球菌を殺菌することなんですよ。殺菌することで、黄色ブドウ球菌が撃退できれば、もうほとんど、もうどんな重症のアトピーでも、3ヶ月で効果が出るかと思ってます。今までの、当院の治療実績
をいろいろ見てみると、どんな重症度アトピーでも、3ヶ月で効果出てます。はい。その世界で認められている黄色ブドウ球菌治療なんですが、残念ながらその黄色ブドウ球菌治療っていうのは病院では受けることができないんですね。なんでかっていうと、病院に行ったら、まずステロイドを処方されるんで、この黄色ブドウ球菌治療っていうのはやっていないんですよ。で、世界ではこの黄色ブドウ球菌治療っていう、研究とか、そういう実験とか本当にいろいろ進んでいるんですけれども、今行われている最新治療っていうのはおそらくその、皮膚のいい菌を、アトピーの人に、植え付けましょうとか、そういうなんか菌の研究がどんどん進んでるみたいですね。この前ちょっとインターネットで調べたんですけども、その皮膚の菌を交換しましょうとかね、そういう、治療が行われているみたいです。ただそれはあくまでも、どうなんでしょうね、まだ研究の段階なんで、まだ現実的ではないんですね。そういうことできないじゃないですか、一般の人っていうのは。でも当院が、提供している黄色ブドウ球菌っていうのはもうお風呂があれば、誰でもできるような、内容にしていますので、もし興味のある方はぜひご覧いただければなと思います。はい、今回のテーマはアトピーの根本療法でした。どうもありがとうございました。